どうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回、ダサい方のゴメス船長を倒したり、かっこいい方のゴメス船長を倒したり、赤ちゃんドラゴンが仲間になったりってところでしたね。なんか後ろでブックスちゃんがシリアスな話をしてますが、そんな深刻な顔してんなよ。明るくいこうぜ。今回はこの回復泉がある拠点から来た。こんなところに道があったんだね。全然気づいてなかったよ。狩猟者の森、推奨レベルは130。ちょっと足りてないけど、重点的に育ててる一軍メンバーだし、なんとかなるべ。私は雑魚戦をしたいだけなんだ。逃げるんじゃない。この辺の敵は草タイプだらけなので、フレーム1ちゃんのフレーム1で全員消毒だ。草タイプじゃない敵が残ったらウォーターさんで押し流す。かなりパターン化できてていい感じだ。ストーン1ちゃんは防御すると味方全体回復する能力の盾を装備してるのもよし。あれ、ドワーフの精錬所に来ちゃった。狩猟者の森からつながってるんだな。そういやドワーフたち、このメカゴーレムで別当民族エルフを殲滅だみたいなこと言ってたな。狩猟者の森、狩猟者ってエルフのことなのかね。狩猟者の森に戻って探索再開するんですけど、ここって深い森の中だからか見えない隠し通路が多くてさ、右下のアイテムを手に入れるためにこうやって一マス一マス手探りで探っていく。懐かしいなこの感じ。 FF4、5、6の思い出がよみがえるわ。ここだ。見えてるのにたどり着けないアイテムほど気持ちの悪いものはないからな。たどり着けてよかったよかった。イスタレルって武器か。特徴としては武器スキルの光合成か。自分の HP50% 回復ね。タンクに持たせたいスキルだけど、槍だから適正距離が中衛なんだよな。中衛アタッカーのサブ武器に良さそうかな。またもやたどり着きづらそうなアイテム発見。FF5 のシーフの隠し通路が欲しくなるわ。なんじゃユニークエネミー。パート9でユニークエネミー倒してきてくれウーマンがなんか言ってたな。こいつが獰猛なウサギか。想像していたウサギの100倍顔が汚いんだけど、首刈りウサギのイメージってさ、こういう何の変哲もないウサギが突然首を跳ねてくるって感じじゃないですか。体はごついし顔は汚いし手は4本だし、なんなんだあんた。とりあえず1ターン目はバフでバフしましょ。このウサギ黙々と自己バフしてて怖いな。タイプはノーマル&格闘なのか。岩タイプのストーン1ちゃんが格闘技で砕かれないように注意しないとな。せっかくやけどにしてるのによく1ターンで治っちゃうんだよな。せめてボスに先制できてないとやけどの力低下が何の意味もなくなってまうで。危ない。致死ダメージ無効。これで致死ダメージ無効は使い切ってしまった。しかし今回は我に秘策あり。まずストーン1ちゃんがおもむろにクロスボウに持ち帰る。でこのリロードっていうスキルを使うとね、ストーン1ちゃんの首がはねられたが、首の皮一枚つながった。いや頑丈の即死無効には本当お世話になっております。でさっき使ったリロードは武器スキルのクールタイムを解消するスキルなんですけど、なんと今装備していない武器のスキルの CP も解消する。偉すぎる。これで致死ダメージ無効スキルがまた自動発動するようになりましたよ。とかなんとかひらめいた戦術を解説してたら勝ってしまっていた。せっかく気持ちよく自慢してたんだからさ、実践させてくれよ。まあいいや、こいつの討伐報告は後でしよう。隠し通路の先のアイテムも取って先に進みましょ。正規ルートから外れたところに隠し通路があるんだよな。そういうの分かっちゃうよ。おなめでないよ。あれ、
エルフの集落っぽいところの外周にいるのかな。こういう裏道ワクワクしちゃうね。ファミコンドラクエで街とフィールドの境目ギリギリのところで回り込むみたいな。あ、ここから街の中に入れるわ。でも対話はできなさそうだしな。一旦スルーで。くっそ怪しい洋館にたどり着いてしまった。フリーホラーゲームでよく閉じ込められそうな洋館だ。神枠の鍵ってのが必要なのか。それを別の場所から持ってこいっていう門前払いパターンかな。おお、突然のクイズ。全滅した回数？そんなん自慢じゃないがかけらも覚えてないぜ。こんなん一番上でいいやろ。どうも正解だったらしい。神枠の鍵を2個ゲット。なるほどね。こうやって入手する鍵だったか。鍵は扉と宝箱に使えて、各部屋の敵が鍵を持ってるのね。ふむふむ。宝箱に鍵はなるべく使わないようにしよう。この屋敷をクリアして鍵が余ってたら使おうっと。うわ、なんだこいつ。完全パンダ。怖すぎるだろ。フリーホラーゲームでこういう一枚絵がスライド移動で追っかけてくるやつあったなあ。危ねえ。しダメージ無効。打ちセミを怠ってはいけない。その後油断せずやったら特に事故要素もなく勝てました。インド1は飛行技。格闘パンダにはよく効くぜ。9000ソウルこっちしかもらえなかった。悲しみ。それじゃあちゃっちゃと進むぞ。敵を倒せば鍵一つだし、最悪水晶の鍵で押し通れるから積むことはなさそうだな。怪しい時計。調べざるを得ない。かつてないほどの悪ふざけの産物に絡まれている。というわけでおパンツ大好き丸3体との戦闘。全員ポーズが違うのが腹立つ。でも戦闘前の会話の「お前はいねえ」は正直笑っちゃった。しょうもない天丼ネタに弱いのだ。ノーマル&鋼タイプか。このゲーム金属鎧の敵は一律で鋼タイプを得るから鋼対策は大事だな。本当に気が抜ける BGM だな。ノーマル攻撃と状態異常を使ってくる感じか。それならストーン1ちゃんは絶対に落とされなさそうだな。でもってこのターンからはウィンド1ちゃんのケイクが輝く。鋼タイプには効果抜群よ。よしよし、ストーン1ちゃんをアホみたいに殴ってくるってことは AI 賢さは最低レベルと見たぞ。こんな顔と名前してて賢かったら嫌だしな。ストーン1ちゃんはひたすら殴られて混乱してで大変そうだが、中衛と後衛はかなり安定してるよ。しかし無駄に HP 高いなこいつら。というわけで無駄に多い HP を削り切るまで早送りになります。気が抜ける BGM も4倍速にするとテンポよくちゃんちゃかなってて割といい BGM かもしれん。長く苦しい戦いだった。56000ソウル。魔法石がいっぱい。ス
トーンいちちゃんがひらめいた。報酬がめっちゃ有益なの。ちょっと納得いかない気持ちがあるな。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。